んにちは、山田幸子です。私のチャンネルでは水彩画の描き方や画材レビュー、そして猫の絵のメイキングを公開しています。今回は水彩画に欠かせない道具の一つ、筆のレビューをお届けします。こちら、ホルベインのブラックリセーブル S 級という筆です。前からずっと使ってみたいなと思っていて、ようやく手に入れたので、皆さんにご紹介しようと思います。ブラックリセーブルといえば、私の動画で必ず登場すると言っても過言ではない、とっても使いやすくて大好きなお気に入りの筆です。赤い軸のブラックリセーブル、ラウンドとフィルバートっていう平たい形2種類持っています。ラウンド筆は R、フィルバートの方は F なんですけれども、今回は S 級という筆になります。でブラックリセーブルの筆の毛について説明しておくと、リス毛と特殊処理されたリセーブルという毛を合わせたものになります。絵の具の含みが良く、ソフトな柔らかい描き味が特徴です。この S 級見ていただくとわかるように、先がシュッと尖っていて、繊細な線も引けるようにできてるんですね。この鋭い穂先は日本画の作用筆を元に作られており、この筆1本で細い線から太い線まで表現することができます。筆の大きさ1号、3号、6号とありまして、私が購入したのは真ん中の3号です。価格は税込み3960円でした。それでは早速どんな書き味なのか試してみたいと思います。どうぞ最後までご覧ください。筆以外の画材を軽く紹介しておきますと、今回使う絵の具はホルベインの透明水彩。水彩紙はクレールフォンテーヌアクアパッドです。買ったばかりの筆はキャップを外して穂先が糊で固められていることが多いので、まず最初にきれいな水に浸して糊を溶かしましょう。力任せに穂先をほぐすよりも、ゆっくりと糊が溶けるのを待った方が筆に優しいです。こうやって指で優しく揉みほぐしてあげると、だんだんほぐれていきます。もう水に濡らした時点で感じるんですけれども、ものすごく穂先が柔らかいです。指を離した時にもスッと筆が元の形に戻る感覚があります。そしたら早速筆を動かして様々な線を引いてみたいと思います。
ことでブラックリセーブル SQ とブラックリセーブルのラウンド、そしてフィルバートでも線を引いて試し書きしてみました。でこのブラックリセーブル SQ は日本画の削用筆を元に作られているって冒頭でお話ししました。実は私大学で日本画を勉強していましたので、じゃじゃん、削用筆を持っております。何本か持ってるんですけれども、ご覧になってわかるように結構使い込んで穂先傷んでいるので、この新品の SQ とちょっと純粋に見比べにくいなと思いましたので、この度新しい削用筆を買いました。いろんな会社の削用筆があるんですが、私は大学時代からお世話になっている青春堂というところの削用筆を使いたいと思います。なるべく穂先の長さもこの SQ の3号と揃えたかったので、今回買ったのは一番大きなサイズ、別大という大きさで、価格は7700円でした。こうやって筆並べてみても見た目結構似てますよね。日本画の削用筆は根元が結構シュッとなっているんですけれども、ブラックリセーブルは少しだけ膨らんでから先が尖っていくっていう風に見えます。ちょっとね、おまけ的な感じで参考にしてもらえたらと思います。はい。ということで、ブラックリセーブル SQ 使ってみました。SQ の他にも、ラウンド、フィルバート、そして日本画の削用筆も使ってみました。ここからは実際使ってみて思ったことをお話ししていきます。ブラックリセーブルってそもそも毛が柔らかくて絵の具の含みが良いのですが、この SQ は特にたっぷりしています。この一番太い線を見比べていただくと、SQ はかすれる心配なく長いストロークが引けることが伝わってきます。そして何といっても先の細い線が引きやすいです。ラウンドも毛先で細い線を引くことができるのですが、SQ の線はさらにシュッとしています。筆を寝かせれば幅広く塗ることもできますし、ほんと何回も言うんですけれども、絵の具の含みがいいので、スーッと広く背景を塗るときにも活躍しそうだなって思いました。あと、ちょっとしたことなんですけれども、ブラックリセーブルっていう名前の通り、黒い毛なので、絵の具をつけたり、いろんな色を塗った後も、毛が絵の具の色に染まる心配がなくって、見た目が気になる人には嬉しいポイントだなと思います。この軸の形といい高級感があって、持ってるだけでテンション上がりますね。ブラックリセーブルのラウンドとフィルバートも、それぞれ個性があって、その特徴を活かして使い分けると水彩画を描くのがもっと楽しくなると思います。それから私がどうしても個人的に気になってしまったので、日本画の削用筆でも線を引いてみました。確かに使ってみた感じ、筆の柔らかさとか、絵の具の持ちの良さとか、それから筆の腰の強さというか、筆が紙から離れた時にちょうどよく形が整ってくれる感じとか、結構似ていると思います。削用筆はもちろん職人さんの技術が詰まった素晴らしい筆なんですけれども、値段が倍くらい違うので、おまけ的な感じで参考程度に、日本画の削用筆ってこういう線が引けるんだなっていう風に見て参考にしてもらえたらと思います。絵を描いていて、どの筆使おうかなって迷った時に、なんだかんだ手に取ってしまうくらい、ブラックリセーブルは万能な筆です。ラウンドもフィルバートもとってもおすすめですし、今回新たに仲間に加わった SQ はさらにスペシャルな表現の幅を広げてくれるお気に入りの一本になること間違いなしの筆だと思いました。皆さんもぜひブラックリセーブル試してみてください。今回の動画良かった、参考になったという方はチャンネル登録と高評価よろしくお願いします。ブラックリセーブルのラウンドとフィルバートのレビューも合わせてご覧いただけたらより参考になるかと思います。それではまた次回の動画でお会いしましょう。ご視聴いただきありがとうございました。